お羊座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月24日満月から3月10日新月までの流れをタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ソードナイト逆ですね。そしてワンド4逆、皇帝、カップ9、カップナイト、カップキング逆、ワンド3。はい、気をつけることや対策はペンタクルス8の逆とソード2の逆と、オラクルはペンタクルス2です。正位置です。一言で言うと本当楽しい2週間になりそうだなっていう感じがします。で、少しね、お羊座の皆さん、今ちょっと急いでいるというか、もしくはめちゃくちゃ頑張りたいことがあるとか、何かの目標をこの時期立てて春までにとか、何かそういう勢いがすごくありますね。これは気持ち的な流れかなという感じがします。現状ももしかしたら忙しいかもしれないですし、その忙しさを自分でこうコントロールしたり乗り越えたりとかして何かをやりたいみたいな、すごく強い勢いがありますね。乗りこなすぞみたいな感じかもしれないですね。そして今とっても恵まれてる感じがします。で、ちょうど星ではこの時期っていうのはちょっと見えない世界に身を置くみたいな感じがありまして、何かを手放していく、余計不要なものをね手放していくっていうタイミングなので、もしかしたらですけど人間関係もね、もしかしたら手放していく人がいるかもしれませんね。で、これは引き剥がされるとかいうものではなく、これ大きなテーマとしてやはりこのね2週間だけの話じゃないんですけれども、このお羊座の皆さんというのは今年本当に豊かな関係性がある1年なので、その中で特にこれから作っていく人間関係、これからもっと信頼とか親密さとかそういうのを育てていくっていう関係性の中で、まずこの2月末から3月頭にあんまり今後必要ない人はもしかしたら離れていくかもしれないっていうことは起こりそうだなとなんとなく思ったんです。で人間関係かもしれないし、もしくは本当に自分がずっと抱え込んでいたもの、物質的に本当にこの時期断捨離するのはいい時なんですけど、そういった気持ちもだし物もだし、もしかしたらデータとかそういうね昔の古いものっていうものは整理していくっていう方がすっきり進めるみたいですね。そして何もすごく辛いから辛いことを手放していくっていうことではなく、本当に自然な流れで何かが入ってくる前に何かを手放したくなって手放したら入ってきたみたいな、そんな感じです。そしてすごくここまでの流れいいですね。やっぱりねお羊座の皆さん、1月末ぐらいからその冥王星とか火星とか金星とか本当に深いところからの強さっていうものが新しい未来を作っていく方にシフトをしていってるので、本当に何か大きな型が外れて自分らしくあろうみたいな思いが強い方もいらっしゃるのかなと思います。過去にやっぱりエンペラーっていうのが出ているので、これまでやってきた自分の生き方だったり働き方だったりあり方そのものをもう本当に自分で認める、私もよくやってきたじゃないかみたいな、そういう感じがあったのかなと思います。これはとっても素晴らしいことですね。素晴らしいことです。そして今も喜びの中にいるっていう感じがあるので、喜びないですっていう方はですね、表層はもしかしたら嫌な気持ちとかもあるかもしれないけれど、もっともっと深いところでは本当は自分の今の自分を認めている自分っていうのがいるかもしれないとか、表層はストレスとか不満もあるかもしれないけど、もっと深いところにはきっとこの流れでうまくいくとか、これはいい流れだみたいなね、そういう何か喜びっていうのもあるんじゃないかと思うので、ぜひそちらの深い方のね喜びの方にアクセスするようにしてください。で、実際ありますよ。いいことありますよ。きっとあると思う。そして、その後もですね、カップのナイトということで、すごい誰かから優しさをもらうみたいなカードなんですね。なのでよくねサンタクロースってちょっといきなり違う話してすみません。すごく記憶に残ってることなんですけれど
なんかクリスマスって誰かからプレゼントをもらうっていう感じじゃないですか、みんなね。だけど自分がサンタになって誰かにプレゼントをあげるっていうのも本当に素晴らしい心地いいことなので、これも今カードで出て誰かから優しさをもらうよっていうふうに出てるんですけど、だったら自分から誰かに優しさをプレゼントしてみようっていうのもすごくいい流れになると思います、これね。なのでとても感情的には満たされやすい前半です。特に2月中とかはね、2月24日の満月っていうのは一番意識がすごくビリビリきやすい時なので、誰かからの言葉をちょっときつく感じたりとか、さっき言った誰かとの別れとか何かが去っていくみたいな感覚を感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それ以上に喜びがその奥にある。そしてそれをもうすぐにもらうみたいなね感じがありますので、ちょっと意識してみてください。でまだこれは感情的な部分なので、現実が変わっていくとか何か物として例えば自分の仕事の立場が変わるとか、そういったあからさまなものではなく、まず誰かの思いだったり優しさだったりっていうのがあるので、これはご自身もそうやってやってみるとすごく喜ばれると思います。でその後ですね、カップのキングの逆ということで、さらにその喜びが増えているということで、なんかいい流れなんですけど、おそらく例えばたくさんもらったらそんなにもらいすぎたら悪いなとか、そういう感じだと思います。でもしこちらが誰かに対して優しいことをなんか行動しようとか声かけしようと思っても、なんかちょっとやりすぎたかなとか、なんかそういうちょっと過剰なことを自分で気にしてるっていう感じだと思いますので、そこはそんな気にしなくていいんじゃないですかね。自分がやりたいだけやってあげたらいいと思いますけど。太陽とか出てきますからね、もう全然気にしなくていいって感じですね。自分がやりたいだけ人に対して優しさをふんだんに撒き散らすみたいな感じかもしれませんね。いや、そう撒き散らします、私もこの2週間。そしてその後、ワンドの3なので非常にいい形で未来を見ていってますね。おそらくこの2週間ってとっても癒されるんだと思います。楽しいこともあるし、自分の中の深いところの何か意識が外れていって、シンプルにね、自分が持ってる今後これからの未来の可能性みたいなものを感じて、でゆとりがあるというか、精神的にゆとりがあって、誰かに優しくしてあげたりとか優しくしてもらったりとかしながら、このゆとりある感覚で未来を見てるって感じがします。そして未来に希望がある。だからとってもなんか精神的にいい感じですよね。最初のちょっと急いでやらなきゃとか、もっと頑張ってやらなきゃみたいな思いあるんですけど、現実はとても緩やかな感じがします。これ星の流れととても一致してますので、ぜひ何かしら癒されていくって、今は自分を溶かしていくぐらいの感覚で過ごしてもいいと思います。そしてですね、対策のところがペンタクルスの8とソードの2っていうカードが出てまして、このペンタクルスの8はですね、コツコツ頑張るよっていうことなので、これはちょっとね、ルーティンとして自分にいいことを毎日やろうみたいな感じがいいみたいです。もしくはちょっとこの期間は規則正しく生活してみるとか、それがいいのかもしれないですね。で、最初にこのカードで何かしらの目標を立てていくっていうカードが出てるので、それに対してはコツコツとやっていきますみたいな、一気に大きくやるのではなく、小さくていいからコツコツと毎日続けていくみたいな感じです。ちょうど私も1日1万歩歩いてみようかなとか思っていたくらいなので、そんな感じです。コツコツやってみようかなみたいな感じ。そしてこちらの方はですね、少しあの感情の奥にあったものっていうものを手放す、その工程の中でちょっと精神的に揺れることもあるかもしれませんね。でも全然現実はたくさんの愛情や優しさもらってるから大丈夫なんですけれども、なんか昔こんなことあったなみたいな、そういうことを思い出したりとか、何か整理している時に昔のものを見て懐かしく思うとか、そういった感じかもしれません。ちょっとだけ揺れますが、でもまたすぐ復活するんです。なので何かね、いい循環があるなっていう感じがします。特にこれがね、また3月、まだこれ3月10日の新月までですけど、3月のね、20日以降っていうのはまた光がバンバン当たってきますから、それまでになんかこの3月とか4月までに何かしておきたいなっていう目標を立てて、それにコツコツやっていくのはとてもいい時で、さらにその中でもこの2週間っていうのは心が安定し、比較的安定して人との優しさ、喜びっていうものをシェアしながらコツコツとやっていく、そしてうまく回っていくよっていう2週間ですね。
これ人間関係でいくととってもいいですからね。ぜひ人と関わってくださいね。関わるってなんか無理やり会うとかじゃなくても、ちょっと声をかけるとか、そういうのでもすごくいい関係性が構築されていきそうです。で、自分のこととして言うと、例えば何かを一生懸命勉強するとか、仕事に対しても努力する、これだけはやりたいんだっていう資格に対しての勉強だったりとか、何か努力っていうのはすごくいいです。このなんか落ち着いた精神状態の中だからこそすごくうまくいく感じですね。だからなので現実的なお仕事で言うと、とても力を発揮して、ご自身の力を発揮してうまくいきます。そして少し古いものは整理していくっていう意識でいることによって、また新しいチャンスも来るのかなっていう感じですね。ちょっと念のためにこちらも見させていただきます。これはセルフセラピーカードですね。なんかセラピー的な要素がこの2週間強いなと思うので、ちょっと見てみます。お羊座さんにとってこの2週間何を手放したらいいんでしょう。何を無意味感って無意味感っていうカードが出てます。ちょっと虚しくこう寂しげな道を歩いてるっていうカードなんですけども、今自分がやってることって何か意味があるのかなとか、なんとなく孤独だなとか寂しいなっていう気持ちがあるとしたら、それは自分自身がそういう気持ちになりたいというだけかもしれません。孤独を感じたいだけかもしれません。これもちゃんとね見てる人がいるよって、実は見守ってる人がいるんだよっていうカードがあり、現実もすごく応援してる人というか、こう優しくしてあげたいとか、もしくは優しさをもらいたいみたいな、そういう人間関係があるので、ちょっとだけね、今自分がここにいることも意味があるんだっていう形で自分のことを見てみてください。何かをしてないと意味がないって思いがちですけれども、もう存在すること自体が意味があるというふうに自分で自分のことを見てみてください。まず逆ですね。じゃあどうやってそんな何もしてないのに意味を見出すんですかって言われると思うんですけど、意味があるから存在しているんです。じゃなかったら絶対存在してないと思うので、それが分からなくても意味があるっていう感じですかね。はい、ちょっとそれに気をつけてねっていうふうに出てます。対策は、はい、チョイスということで選択してください。ご自身で自分の感情もです。自分のやることも感情のある意味選択だと思うんですね。イライラしている時に余計イライラさせるのか、それとももうイライラを外して違うことに意識を向けて自分で自分の感情をコントロールするのか、何か自分で自分の状態というのをチョイスしてくださいと言われています。チョイスするだけのチャンスもあるんでしょうね、きっと。オラクルがこのペンタクス2ですから、上がったり下がったりしながらもうまくやっていけるよっていうメッセージだったのでね。はい、そしてこの2週間手にできるものは、得られるギフトは何でしょう。はい、フリーということで、フリーダム、自由ですね。自由な感覚が手に入るということです。これはもしかしたら本当にね、時間的にちょっと余裕ができるということかもしれないですし、もしくは精神的にこうしたらできるんだっていう、何か今まで自分を縛っていた鎖から解き放されるということで、大抵みんなそうですよね。いやできないんですとか、いや時間がないんですって言っても、本当にそれは環境的に許されないからと思ってるかもしれないけど、深いところでは自分が許してないからっていうことなので、とにかくフリーダム、何かを外せるよっていうことです。はい、そして神の子というカードが出ました。これはちょっと厳しい状況、厳しい環境から冬のね、なんか足かせここでも足かせが出てきてたんですけど、ここでも足かせが出てきて、その足かせだと思っていることを手放せるよっていうカードです。で、どうやって手放すんですかって言ったら、このね、冬の寒いところから暖かい春の気候の環境に行くにはどうやって行けばいいのって今は分かってないかもしれないんですけど、これは自分が頭で考えてる方法じゃないんだよっていうことなんですね。こうすればできるとかじゃなくて、自分が心地よく過ごしている、自分で自分のことを認めるっていうふうにしてると、何かそこに行くね、なんていうんですかね、気がついたらそこにいたっていう感じかもしれません。はい、これはお楽しみにですね。この2週間とにかく自分の
そうですね。自分自身を本当に、これまでも認めてこられたと思うんですけど、認めて、そして自分でいい方を選択していく。そして自由や何かヒーリング、手放すことによってより新しいものを得ていくんだなと思いました。身近なところでは人に対しての優しさが一番際立っていました。はい。ということで、この内容をいろんな状況に合わせて考えてみてください。そしてちょっとお知らせなんですけれども、2月にね、タロットの練習会をやったんですね、オフ会で。そして3月も、先生術の勉強会、オフ会をやります。ちょっとこれはもういっぱいになってしまったんですが、今度4月は個人鑑定を受け付けようと思っています。そして私東京まで行って東京でやろうかなと思ったりしていますし、オンラインでもできる枠を作ろうと思っています。で、どうしてもメンバーシップの方が優先になってしまうんですけども、ご興味ある方は概要欄から詳細をご覧いただけると嬉しいです。で、またこういった連絡も LINE でしますので、よければ LINE のご登録もお待ちしております。ではこの2週間本当にいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。